さんこんにちは、角川のりこうです。本日のテーマは水仙ということで早速やっていきましょうか。はい、ということで本日のテーマがですね、日本人で嫌いな人いないんじゃないかってくらいこの寒い時期に綺麗な花を咲かせる日本水仙。ちょうど今こちらも一輪綺麗な花が咲いていますね。この房の中にいくつもつぼみが入っているので、次から次に咲く、そんなお花になります。この水仙は皆さんもご存知、春を代表するチューリップとかヒヤシンスより早い、もっと寒い時期から花を咲かせまして、なかなか冬に花を咲かせる植物が少ない中で、このように綺麗に咲いてくれることから、松と一緒にお正月花でもよく生けられますね。今のところこの動画ではお正月花では登場してないかな、そういえば。とっても松と相性のいいお花になります。で、色はですね、日本水仙というとこういった白と黄色というのが代表的なんですけど、他にも黄色いものやもう少し華やかなラッパ水仙なんて品種もありますね。先ほどのチューリップと比べて色の多彩さ、華やかさにはちょっと欠けるんですけど、でもこの地面からスラーっと伸びた先端にこんな感じでうつむいたように花を咲かせるのがすごく儚げで美しいなぁと。また雪の中からもこのように美しい花を咲かせることから、水仙の別名は雪中花なんて呼ばれています。水仙も雪中花もこの凛とした佇まいにぴったしの名前ですよね。で、以前にこちらで水仙に関してすごく詳しくご紹介した動画をアップしていまして、再生数もある人気の動画だったんですけど、撮ったのがだいぶ前でして、この前見返したら編集とかすごく恥ずかしかったので、今日改めてこの水仙の扱いとかを詳しくご紹介していければなと。このお花は本当に香りがとってもいいので、皆さんもぜひこの動画を参考に水仙の生け花チャレンジしてみてください。で、今日使うのはあと2種類なので、ざっとご紹介していきましょうか。これもすごく珍しい植物で、このチャンネルでも登場するの初めてなんですけど、ご存知の方いらっしゃいますかね？これはカミメボウキという植物でして、多分こっちの名前の方が有名だと思うんですけど、別名ホーリーバジル。バジルと名前の付く通り、こちらもものすごくいい香りがしてくるんですけど、茎がこんな感じでいくつかに枝分かれしていまして、その先端に花が密集した花穂、花穂をつけるのが特徴になりますね。また花はこんな感じで小さな紫の小花をつけまして、お刺身とかについてるホジソに似てるなーなんて思うんですけど、これもとっても可愛らしいですよね。で、このカミメボウキは実は冬の植物ではなくて、熱帯地域が原産の植物になるんですけど、このちょっと雑草感というか野生味が今日生けるお花に合うかなと思って選んでみました。あくまで水仙が主役なんですけど、いいアクセントになるんじゃないかな。ただこういう雑草系というのはかなり水揚げが悪くて、一回上がっちゃうと持ちはいいんですけど、こうやって水につけてない時間が長いと先端部分とかみるみるくたっと下がってきちゃうんですね。で、先ほども水切りをしっかりして今水につけてたんですけど、この植物なかなか生けられないので、もうちょっとご紹介したいなというところで、一旦水につけておきますね。で、このホーリーバジルって名前がもういかにもドラクエにも出てきそうなぐらい、ものすごくいろんな効果がありそうな植物なんですけど、精神の安定とかストレスの緩和、あとは抗菌作用とか生活習慣病の予防にも効果があるとされてるんですって。ストレスの緩和なんてこの匂いを嗅ぐだけで効果ありそうな気がするんですけど、一応ハーブの一種なので、この葉っぱがお茶とか料理に使われたり、あとは風邪とか頭痛、心臓病とかの治療薬にも使われてるそうです。そんなところからインドでは不老不死の薬とも呼ばれてるんですって。たまにカレーとかにも入ってますよね。干した葉っぱは貯蔵庫に入れておいて虫除けにも使われたりするそうでして、まさにホーリーバジルの名に恥じない植物だなと。ちなみに和名でいうカミメボウキというのは漢字このように表記しまして、メボウキというのがいわゆるバジル全般に当たるそうでして、当時は目のゴミを洗い流すために使ってたんですって。そんなバジルの中でも効果がすごくたくさんあったことからカミメボウキと付けられたんでしょうね。最後3種類目がつい最近こちらの動画でも登場した苔梅ですね。この動画で詳しくご紹介しているので今日は割愛しようかなと思うんですけど、梅の木にこんな感じで苔がびっしりとついた高級食材ならぬ高級花材になります。苔にすごく味わいがあることから生け花ではよく生けられるんですけど、いかんせんやはり高いというところで、お正月とかね、めでたい時に生けられる、そんな植物になります。とはいえ、もう枯れているので、こうやって何回か使えるというところで、お正月だけじゃもったいないなということで今日使っていこうかなと。もうすでに年は明けてしまっていますが、こちらの動画もすごく華やかなお花、生け上がってますので、まだ見てないよっていう方は、ぜひ合わせてご視聴してみてください。また、今回初めて私のチャンネルご視聴いただいている方は、ちょっとしたお花から本格的なお花まで、綺麗に飾るポイントやテクニック、たくさんご紹介していますので、この機会にチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いいたします。ということで今日はこの3種類の植物と、器がこちら、シンプルな陶器の水盤。これにこの剣山を置いて、この季節ならではのお花を生けていければと思いますので、皆さんもぜひ今回の動画を通して、日本の冬をより感じていただけたら嬉しいです。
そしたらまず水仙の扱いを改めてご紹介しておきましょうか。この植物の特徴として下の部分ご覧いただくと、こんな感じで薄皮1枚で葉っぱとかが包まれてるんですね。これを袴なんて呼んでるんですけど、自然の姿というのは基本的にこの袴に葉っぱが4枚、こんな感じで葉っぱが4枚と、あと花が咲くこの軸が1本、こういう組み合わせで生えてるんですね。で、中には栄養の行き届いたものは葉っぱが5枚だったり、あとこちらにもあるんですけど、逆に栄養が行き届いてなかったり、早い段階で切ったものというのは、こんな感じで葉っぱが3枚と花の軸が1本。そうやって生えてる水仙もあるんですけど、基本的には今ご覧いただいたように葉っぱ4枚と花の軸が1本で構成されていると。で、こういったものは4枚っぱなんて呼ばれていまして、先ほどの3枚のものは3枚っぱなんて呼び方をしていますね。で、全部が全部同じような長さなので、高さに変化をつけたいという場合、途中で切ってしまうと葉っぱと茎がバラバラになってしまうと。もちろんバラバラのまんま剣山に1本ずつ刺せばそれはそれでいけれるんですけど、生け花ではこの長さを変えて組み直すというテクニックがあるんですね。それを今日はご紹介していきたいと思います。で、まず下のこの袴の部分ですね。下の切り口の部分を少し切ってあげる。で、その後にこの袴で包まれた部分を手のひらを使って押しながら揉み込んでいく。結構強い力でこうやって揉み込んじゃっても大丈夫です。グッグッグッと。で、少しほぐれてきたら、先ほどご覧いただいたように葉っぱ4枚と花の茎が1本通ってるので、まずはこの真ん中の花の茎を引っ張って抜いてしまいます。こんな感じでスポーンと抜けるので。で、花の茎がこんな感じで1本抜けたら、続いて葉っぱというのがこんな感じで外の2枚に包まれるように中の2枚が入っているので、最初にこの中の2枚を抜いてしまいます。スポンと。で、最後にこの袴から外の2枚も抜いてしまいます。そうするとこんな感じで花の軸が1本と葉っぱが4枚、下で1つにまとめていた薄皮の袴、こういった6つのパーツに分けることができます。で、ここから自分の短くしたい長さにまずそれぞれを切っていって、1本はかなり短くしようかなと思ってたので、かなり大胆にこの辺りで切っちゃおうかな。で、そしたらこの短くなったものを先ほどと同様の組み合わせでまた直していくんですね。ですので、まず一番最初にこの花の軸、そしてそれを包むように真ん中の2枚の葉っぱ、ちょうどサンドイッチするようにですね、2枚の葉っぱで挟み込んでいくと。そしたら一番外にあった葉っぱを改めてこちらもサンドイッチしていく。上にも1枚。こんな感じ。これで先ほど同様2枚の葉っぱに真ん中の軸が挟まれているような形になりました。で、ここまで来たら最後にこの切り口の部分ですね。ここをちょっとまとめてあげて、で、先ほど包まれてたこの薄皮の袴に履かせていきます。OK。こうすると一番最初にご覧いただいたこちらの長い水仙と特徴を損なわずにワンサイズ、これは2サイズぐらい小さくなりましたね。こうやって自然の水仙らしさを生かしながらサイズを小さくすることができるんです。で、このチャンネルではもうしょっちゅうご紹介してるんですけど、生け花っていうのは花の高さを少し変えてあげることでピタッと高さが並ぶより変化が生まれて自然らしさが出てくるので、こういった処置、テクニックを施してあげることでより自然らしいお花を生けることができるんです。今日はこのテクニックを使って実際にお花生けていきたいと思います。よし、そしたらまずはこちら、苔梅を生けていく。で、今回はですね、剣山に刺すのではなくて、お皿にこうやって寝かしていこうかなと。で、この前の長かった苔梅をこんな感じで贅沢に切ったので、残りの2本も同じようにお皿に立てかけていく。この辺は適当だな。雰囲気が出ればいいんでね。こんな感じ。で、今回のコンセプトとしては日本の冬ということで、今生けたこの苔梅を倒木として、で、剣山を最初に端の方に寄せてるんですけど、なるべくこっちの水を見せてですね、この枯れた木の中から水仙が凛と咲き誇って雪解け水が見える、そんな初春の情景を表していければなと。ということで続いてこちらの水仙を生けていく。まず1本目は先ほど作った一番短いものですね。これをまずはこちら側に。とりあえずこんな感じ。で、こちらにあと2本ありまして、これもやはり長さが全く一緒なので、先ほどのテクニックを使って少し高さに変化をつけながら生けていきたいと思います。ですのでパパッとやるので、もう1回だけ復習がてら皆さんに見ていただきましょうか。もう慣れちゃえばどうってことないんでね。まずワンステップ、一番下の部分を軽く切ってあげる。
で2ステップ目、袴の部分を指の腹を使ってちょっと揉み込む。こんなもんで大丈夫なんでね。で3ステップ、袴から全てを抜くんですけど、まず鼻のこの軸の部分、真ん中の部分を引っ張ってスポンと抜いてあげると。でこれは3枚1葉ですね。本来だと真ん中に2枚入ってるんですけど、今回1枚なので真ん中の1枚を抜いていく。で外側の葉っぱを2枚袴から抜くと。でそしたらこれは今長さこんな感じで一緒でいいと思うので、一番最初に生けた水仙よりは少し長めで切っていきます。ぴったしですね。でそしたらまず軸を持って真ん中に入ってた細い葉っぱ2枚で軸をサンドイッチしていく。今回だと3枚葉なので1枚だけなんですけど、こんな感じで外側包んでた葉っぱ2枚でこちらも挟み込むようにしてサンドイッチすると。そうするとこんな感じで2枚の葉っぱで包み込むことができると。で最後にここの部分に袴を履かせていく。ちなみに今回は短く切ってただ履かせてるだけなんですけど、こうやって長さを調整して形を天地人の三線に即して作っていけていくというのが古流の伝統的なスタイルである生花という生き方になります。私この水仙の生花大好きなんですよね。こう凛とした中にも洗練された美しさがあると言いますか。今日はこんな自然感を意識しながら一番シンプルな形で生け直していきたいと思います。そしたら2本目はこの辺りかな。とりあえずこんな感じで、最後3本目は2本目よりもう少し高い位置で生けていきます。なのでこれもやはり組み直さないとダメですね。今2回ご覧いただいたので組み直しは割愛。これも3枚1葉だな。この時期で珍しいな。12月の初旬とか早い時期は結構多いんですけどね。そうだ。で最初にお伝えし忘れていたのでちょっとこれも見ながらお話ししましょうか。この水仙の葉っぱってニラみたいじゃないですか。で実はこの葉っぱとか球根、花には毒がありまして、触ってる分には全然問題ないんですけど、食べてしまうと結構重大な食中毒を起こすんですって。で見た目が本当にニラみたいなので間違って食べて亡くなった例もあるそうです。これ最初の袴が細いと結構詰めるの大変なんですよね。入ってくれた。なので水仙って結構強い植物なので、この時期路肩に咲いてるのも見かけるんですけど、野菜農園の近くとかに植えるのは危険なのでやめた方がいいみたいですね。 OK、 こんな感じ。人間で死亡例があるぐらいですから、ワンちゃん猫ちゃんももちろん NG です。飼ってるご家庭は本当に注意してくださいね。3本目はとりあえずこんな感じ。ちょっと2本目との空間欲しいか。こんな感じですかね。もうこれだけでも綺麗に飾れると思うんですけど、ただこのまんまだとまだちょっと剣山が見えてしまってるというところで、少し中心部分を華やかにまとめるためにこちらのホーリーバジル紙目ぼうきを生けていく。紙目ぼうきって言いにくいんだよな。ちょっと今よろしければご視聴いただいてる皆さんも声に出して呼んでみてほしいんですけど、紙目ぼうき、紙目ぼうき、紙目ぼうきを言えた。これを今回は水仙が主役なので、あまり競わないように低めに抑えて生けていきます。もう本当にこれは味付け程度で。しかし本当にいい香りだな。この枯れ木の中からこう葉っぱがわさわさっと生えてるような、そんなイメージでいけています。さっき話したように原産地は熱帯なので、厳密に言うと日本の冬の風景にはならなくなってしまうんですけど、こういう野生味のある植物がちょっと置いてなかったので珍しいし、今回雰囲気作りにはぴったしだと思ったんで、これでいいかなと。下の剣山をちょっと隠す意味でもふわっといけていく。水に浸かりそうな葉っぱを事前に取っておきます。でこの辺りは高さに変化つけるとかあんまり気にしなくていいんじゃないかなと。角度、立体感とか、あともさもさ見えないように空間だけはしっかりと取りながら生けてあげた方が良いですね。あと中心がまだぽっかり透けてるか。ちょっと1本目そのままもさもさ入れすぎちゃったので、軽くさばいたこちらを最後、皆さんから見えないかもしれないけど奥行きの方に生けていく。しっかりと剣山を寄せることで雪解けの水、ここを意識しながら生けてみました。ということでこれで水仙を使った冬から早春にかけてのちょっとしたお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。